はい、こんにちは。チキッチンです。今日は余り物の唐揚げを使って美味しい唐揚げ丼を作っていきたいと思います。今回使うものは、YouTube の字幕をオンにしていただけたら、字幕が出るような感じで紹介していってます。それでは料理始めちゃいましょう。まずは玉ねぎ4分の1を千切りにしていきます。トン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 、こんな感じでもうザザーっと切っていきましょう。これはもう何回も言いますけれども、僕はまず怪我をしない、これが料理にとって一番大事なことだと思いますので、皆さんも千切りをするときは気をつけて千切りをしてください。料理は楽しくってやつですよね。さあ続いてはこの余り物の唐揚げを切っていきます。これはもう冷凍食品の唐揚げそのまま切っていただいても構いません。今回は余り物の唐揚げを使って切っていきます。で普通に切っていくんですけど、一つ目はこのように0.5 ミリから1センチぐらいの幅でポンポンポンとこう切っていただいて、2つ目これはもう大きく切っていきます。3つ目これも大きく切っていきます。なぜこのように大きさを変えて切るかというと、完成した時にね、盛り付けの際に唐揚げの量が多く見えるように、いっぱい入ってるなーっていう感じに仕上げたいので、このように切ります。はい、それではコンロに火をつけていきます。これはね、まずフライパンを温めるまでは強火、その後これぐらいのね中火ぐらいで今回は料理をしていきます。まずはフライパンをセットしてフライパンを温めていきます。はい、出ました。料理はさしすせそ。まず砂糖をこのようにポンと入れていただいて、続いてこちら酒とみりんですね、合わせたものそのままじゅわーっとこう入れていきます。そして残るはお醤油くん、こちらも遠慮なくガバーっとじゅわーっと入れていきます。そして先ほどの酒とみりんのアルコールを飛ばしていきます。もうこのようにじゅわじゅわじゅわといったらもう中火ぐらいで構いません。そして先ほど切った玉ねぎくんをドンと入れていただいて火を通していきます。玉ねぎくんに火が通る頃にはもうアルコールの方は飛んでいると思うので、あまり難しいこと考えずにそのまま料理やってしまって構いません。玉ねぎくんに火が通りやすいようにこのように箸で混ぜたりね、フライパンを混ぜながら火を通していきます。慣れてる人はね、強火で一気にガーッとやってしまって構いません。気をつけてほしいのが、煮詰めすぎるとしょっぱくなってしまうんですね。あとタレが焦げたり、そういうことがないように気をつけながらこのようにタレを煮詰めて玉ねぎに火を通していきます。玉ねぎに火が通ったら完成です。もう火は止めていただいて構いません。ここで主役の登場です。唐揚げくんドーンと入れていただいて、タレを絡めていきます。このようにね、混ぜながらひっくり返しながら全体にタレが染み込むように、丁寧にはしなくていいですけどね、全体的にタレが絡めばいいだけの話なんでね、そんなに難しく、これも難しく考えずにさささささーっていう感じでやっていきましょう。ここまでできたら7割、いやー8割方完成しました。ここまでできたらご飯くんを用意して、あとは盛り付けていくだけです。ちょっとカセットコンロは邪魔なので避けさせていただいて、ここで唐揚げを乗せていきます。唐揚げを乗せるときはまず大きめのものを真ん中にドンと真ん中をちょっと高めにして、周りにこのちょっとちっちゃく切った唐揚げくんをこう広げるように置いていきます。なるべく中心に
唐揚げくんを乗せていくんですけれども、全体的に隙間が少なくなるように盛り付けていくことが今回のポイントです。このように味のしっかりと染みた玉ねぎくんも乗せて、タレも全体的に回しがけるようにして入れていきます。僕は唐揚げが大好きなので、やっぱこういうのを見るとすごくお腹が空いてきますね。早くできないかなとか思ってます。ここまで来たらあとは最後の仕上げに入ります。用意したこれはもう彩りですね。彩りのネギくんを真ん中にポンポーンと置いてきます。これもあくまでも彩りなのでなくても構いません。そして続いて紅生姜くん、これも彩りですよね。あった方が美味しいかなっていうところはあるんですけれども、家庭にない場合は無理してのせる必要もないと思います。だいたいこんな感じですね。この2つをのせるだけでちょっと美味しそうになりました。そして香り付けにごま振っていただいて、アクセントですね。これは黒胡椒も全体的にガバーッと振っていただきます。おっと滑っちゃいましたね。さあこれで唐揚げ丼の完成です。あとは食べるだけです。今回は余り物の唐揚げ丼ということなんですけどね、冷凍の唐揚げを使っていただいても大丈夫です。別に唐揚げじゃなくても鶏もも肉で作っていただいても美味しいですよ。それではまた。最後に楽しく料理ができたらチャンネル登録お願いします。